こんにちは、マントです。このチャンネルでは主にキャンプや旅について取り上げています。万博期間中は万博についてもたくさん取り上げる予定なので、もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。この日はゴールデンウィーク前半の最終日だったんですけど、この混み具合、バスの予約をしようとしたんですが、8時台のバスはもうすでに埋まっていたので、9時台のバスの予約になりました。ですのでもう9時を過ぎています。これはかなり時間がかかるかなと思ったんですけど、桜島駅に着いてから実際に西ゲートを通るまでだいたい30分で全て通過できたんで、意外にスムーズに行けたんじゃないかなと思います。時間は9時半を過ぎたぐらいなんですけど、もうゲートの方には全然人が並んでなくて、すぐに通れる状態でした。この日は朝一で買いたいものがあるので、 JR 西日本の万博オフィシャルストアの方に行きたいと思います。そう、お目当ては万博記念のイコカです。イコカだけ買うことができないので、パスケースなどと一緒に購入をするという必要があります。商品は潤沢にあったので簡単に買うことができました。ついでにスタンプパスポートも買うことができました。イコカのデザインはこんな感じのやつです。そしてもう一つやりたかったのが、この西ゲートを入ってすぐのところにある当日予約端末を使って実際に当日予約をしてみるということです。時刻は今10時ぐらいなんですが、かなりの人が当日予約に並んでいます。空いてるやつがあればと思って。ああ、はい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 。これ順番に次へ次へっていう風に開いていったの。今あ行が3ページ、あ、こうやって影。ああ、わかりました。はい。夕方から行われるポーランドのショパンコンサートを予約しました。このようにバツ印がついていても、もしかすると当日予約端末では行けるかもしれないので、試してみる価値はありです。ここはポップアップステージ北という場所です。奥の方に見えるのがステージになります。この木が宙に浮いたみたいなオブジェ、すごく不思議ですよね。これは切り出されたばかりの木材で、万博期間中こうやってオブジェとして飾ることで乾燥させて、そして万博終わったら建材として使うという計画だそうです。そして先ほどのオブジェからリングを越えて向こう側にあるのが噂になっていたトイレです。見た目はポップで可愛らしい感じですよね。ちょっと近づいて見てみたいと思います。作りはやっぱり結構簡素ですよね。そしてこの小便器、なんと扉がついてます。なぜかというと、すぐ横が通路になっているんで、利用者と歩行者両方に配慮してってことなんでしょうね。むき出し、これは普通の手洗いの方がいいですよね。何を狙ったのかちょっとわからないですね。この周辺はテーブルと椅子がたくさん用意されてるんで、テイクアウトした料理をここで食べるっていうのもいいかもしれないですよね。この辺は外国料理の店たくさんありましたね。ここはサモサ売ってるし、こっちは韓国のヤンニョムチキン売ってるし、これはパキスタンのナンで作ったピザですね。でここの店すごい繁盛してたんですけど、ドイツビール売ってる店らしいですね。すごい人いっぱいいました。ここはヘルスケアパビリオンの前なんですけど、モンハンのアイルーの像があって、ここで記念写真を撮ったりすることもできます。こっちにもビールのコーナーがあるんですが、こっちは本来フードロスになる食材を使ったクラフトビールのコーナーらしいです。全部で5種類のクラフトビールがあるみたいです。1回目の時に行ったアイルランド館、昼の部はまた違うことをやっているみたいなんで、
1時20分からの整理券ぜひゲットしたいと思います。子供たちに混じって僕もスタンプこうやって押してみたんですけど、これ押す場所間違えてます。マレーシア館からなんか賑やかな音がしてるんで、ちょっと見てみたいと思います。こういう異文化体験っていいですよね。子供連れだったら本当にこれ一生の思い出になるかもしれないんで、こういうパビリオンぜひ行ってみて参加するのもいいかもしれないですね。時刻は11時半近いんですが、アメリカ館の行列がすごいことになってました。ここから始まってずーっとこういう風に行って、また引き返してこれですからね。だいたい2時間半待ち時間があるようでした。やっぱりですね、アメリカ館行くんだったら朝一で行くのが一番じゃないですかね。今日初めてのパビリオンはフィリピン館に行ってみたいと思います。フィリピン館は待ち時間だいたい30分ぐらいでした。中の展示はそれぞれの地域に分けて見どころを紹介するっていう方法になっているんですが、職人さんの手織りの布に一部プロジェクションマッピングを当てて動かしてみせるっていう変わった方法になってます。全部が CG とかプロジェクションマッピングよりもなんかこういった方があったかみがあっていいですよね。これは体を動かすとフィリピンの自然の精霊みたいになって映し出されるっていうものみたいでした。フィリピン館の感想です。織物を全面的に押し出して演出しているので、ナチュラルさを感じるパビリオンでした。その上にプロジェクションマッピングを投影して演出しているんですが、多くを語らず想像力を働かせるっていうところで演出しているのが面白いところでした。ゴテゴテした CG の演出でデジタル疲れがしている時にもこういったパビリオンがいいんじゃないでしょうか。そろそろお昼になったので、今日は外国の料理を食べてみたいと思います。なんだ韓国かよと思うかもしれませんけど、実はですね、ちょっと食べたいものがあるんですよね。去年韓国の広州に行ったんですけど、ここでですね、トッカルビが名物ってことで食べようとしたらお一人様お断りということで食べられなかったんで、今回このトッカルビを食べてみたいと思います。この3個で1400円は結構なお値段なんですけど、味はですね、中がハンバーグとは違って大きなですねゴロゴロした肉が入ってて、そして韓国のお餅トックがですね中に入っているんで、食感がちょっとハンバーグとは違う食べ物なんですよね。美味しかったです。さっきのトッカルビだけではとてもお腹いっぱいにならないんで、もう一品食べようと思います。ここはベトナムの食堂ですけども、そうバインミーですね。フランスパンパリッパリに焼いてあってめちゃめちゃ美味しいんですよね。現地で食べたベトナムのバインミーと本当にそっくりの味でした。ちょっとですねニョクマンは少なめに入れてるかなって感じはしましたけど、すごく美味しかったです。前回の愛知万博の時は本当に座るところがないぐらいですね、もう食べるところに困ったんですけど、今回はそこまでになることはあんまりないみたいですね。次の目的地に行く前にですね、ここは今話題になっているネパール館ですね。もう完成しないんじゃないかと言われているところですけども、外装はもうできているみたいなんですけどね、中は何も入ってないスカスカの状態でした。時刻は午後1時になったんで、さっきのアイルランド館の整理券の列に並んだんですけど、すごい人数でびっくりしました。僕が並んだ時はもうですね遅すぎたんで、ちょっともう整理券いっぱいになって渡せないかもしれませんよっていうことで、諦め半分で並んだんですけども、無事ゲットすることができました。何人かあとはもうないって言われてたんでギリギリだったんですね。1時間前に並ばないと無理みたいです。さっきからですね応援団みたいな声が聞こえるなと思ったら、本当に応援団がいたんですね。関西学院大学の応援団総部というところの方が来て、その応援の実演やってたんですけど、結構迫力ありますよね。実際現地で見ると面白いです。
こういう時ってね、どう乗ったらいいのかがね、もう集団心理でみんな分からなくなってるんですよね。次は大阪ヘルスケアパビリオンに行きます。ヘルスケアパビリオンは予約をして楽しめるイベントと予約なしで楽しめるイベントの2つがあります。予約をすることで自分のアバターを使って人生ゲームを楽しむリボーン体験やモンハンの VR 体験などができます。今回は予約がないので予約なしで楽しめる部分だけ見て回りたいと思います。入り口を入ると DNA をかたどったような螺旋階段がお出迎えします。予約なしで見れる部分の見どころの一つが山中教授が発見した iPS 細胞を使った心筋シートです。この心筋シートを心臓の表面に定着させることで新しい血管が発生して心臓の機能が回復するというものになっているようです。そしてもう一つが吉村知事も体験していた人間洗濯機です。1日に5回実演もしているみたいです。そしてこのパビリオンの中にもいくつかの飲食ブースがあります。未来をテーマにしているみたいなんですけど、ちょっと何が未来の食事なのかっていうのはよくわからなかったです。ほかほか弁当のですね、未来の形みたいなのが展示されていたんですけどね、これあれですよね、ポータマとかですよね、3800円ですよ。びっくりしますね。ヘルスケアパビリオンの外でリアルバーチャル配送体験って書いてあるものがあったんで見てみたんですけれども、バーチャル空間でドローンを飛ばしてバーチャルの荷物をトラックに積み込む。そうすると実物のトラックをかたどったものが舞台に登場してそこから荷物を取り出すっていう、なんだこりゃ、狐につままれたみたいな体験でした。前にあるドローンは飛ばへんのかいっていうね、もうツッコミどころ。他にも福島リボーンと題して VR のゴーグルをつけて福島の景色を見るっていう体験もありました。普通の VR 体験かな。さあ次は今日のメインイベントともいえるフランス館に行ってみたいと思います。このフランス館なんですけど、入り口にですね立派なパン屋さんがあって、パン屋さんでパンを買うためにはまた違う行列に並ばないといけないっていう仕組みです。うまそうですよね。この時はですね並んでからですね約10分程度で入り口に入ることができました。この入り口なんだかアメリカ館とのデジャブがありますよね。もしかするとそういう感じなのかなと思ったんですけど、はい、もうこっから違います。この像はパリのノートルダム大聖堂で火事から焼け残ったガーゴイルの像。後ろにあるのはフランスの職人さんが作ったアシタカの絵、タペストリーですね。全体としては癒しをテーマにしているそうなんです。さっきのアシタカはまだまだジャブ程度で、この後ですね美の怒涛攻撃が始まります。ものすごいんですよね。とにかくルイ・ヴィトンとコラボしたり、ロダンが出てきたり、こういったお庭があったりと、もうとにかくねごめんなさいと言いたくなるほどの攻撃でした。いやもう本当に他のパビリオンとは全く違います。ちなみにこの像も万博のためにわざわざ作ったみたいです。フランス館の感想です。隣のアメリカ館を意識したのか、全くアメリカとは違うコンセプトでの展示でした。まさに美の怒涛攻撃、全体を通してフランスの美意識が強調されていて、その上で文化の深さということも訴えかけています。これはですね隣のアメリカには絶対に真似できないんだろうというようなメッセージがあるんじゃないかなというふうにも思いました。ここはロボット&モビリティステーション。ヤマハが開発しているモトロイド2というバイクと eLAV というスクーターを紹介しています。
このバイクのすごいところは自立できるところ。センサーで傾きを感知して重さのあるバッテリーを傾きと逆方向に振ることで倒れないようになっているという仕組みだそうです。今停止していますが、バランスを取りながら進んでいるのが見ていただけますかね。押しても崩れません。もちろん引いても。そしてこのバイク電動なのでバックすることもできます。そしてこの技術をスクーターに応用したのが eLAV。 この eLAV も同じように自立して走行することができます。低速で手を離したとしてもスクーター自体がバランスをとっているので転倒するということがないようです。このバイクハンドサインで前に行ったり後ろに行ったりすることもできるんです。こういった技術を生かして今までとは違うバイクの形を研究しているということでした。これは面白い未来が来そうですよね。そしてもう一つ展示されていたのが AI スーツケース。目が不自由な人をこのスーツケースが盲導犬のように連れて行ってくれるというものだそうです。これは実際に体験ができるみたいです。次は予約していたアイルランド館に行きたいと思います。すべて植物本物で作られておりまして、2カ所に香水がございます。この香水同じ匂いなんですけれども、この展示のためだけに作られたオリジナルの香水の匂いになっています。昼の部では自然と人間の共生をテーマにして、自然への畏敬を忘れた人間が神の怒りを買い、そしてその後また自然への畏敬を取り戻していくという物語がこの中に含まれているそうです。そして演奏の途中では観覧車が一緒に参加できる部分もあります。アイルランド館昼の部の感想です。展示の説明がありますし、係の人に質問することもできるので、より深い理解ができると思います。演奏も夜よりもさらに落ち着いた曲が多かったんで、大人が楽しめるパビリオンではないかと思います。日本人が小さな頃から楽しんでいるゲームによくこのケルト文化が出てくるんで、ケルトの文化好きな人はぜひ一度見てみた方が良いのではないでしょうか。次はマレーシア館に行きます。マレーシア館入った瞬間からなんだか美味しそうな匂いがしています。タイの時もそうだったんですけど、なんか東南アジアのパビリオン共通なんですかね。中にはマレーシアの屋台が展示されていて、これは地域ごとに特色のある料理を展示しているみたいなんです。もちろんここにあるのは偽物なんで、匂いはどこかから他のところから来てるんだと思うんですけど、でも本当美味しそうに見えますよね。
ここにあるマンゴーとご飯の組み合わせ、タイのカオニョマモアンとそっくりなんですけど、スティッキーライスというものだそうです。このオブジェがマレーシア館のシンボルで、調和の未来を織りなすということがテーマになっているそうです。最後は定番のお土産コーナーとレストランですけど、結構お土産コーナー大きいんですよね。で、マレーシアといえばマレーグマなんで、マレーグマのぬいぐるみもあります。レストランのメニューはこんな感じです。お土産にアイステータレを注文しました。アイステータレは通常のミルクティーに練乳を加えたものらしいんですけど、割とさっぱりしてましたね。美味しかったです。マレーシア館の感想です。自然と伝統文化、イノベーションが調和した未来社会ということをテーマにバランスよく展示されています。葉っぱの一枚一枚が職人さんの手作りで作られている調和の木は必見です。あと美味しそうな匂いがしているので、ついつい最後のレストランで何か頼みたくなります。そろそろ夕方になりました。暗くなる前に今まで歩いたことがなかった静けさの森を歩いてみたいと思います。静けさの森はリングのほぼ中央に位置する小山のような場所で、大阪府内のさまざまな場所から伐採される予定だった樹木をここに移植して作られているということです。パビリオンの間をショートカットすることもできるので、こうやって歩いている人も結構います。こうやって森の部分だけ映していると、本当にどこか大きな公園で歩いているんじゃないかなっていう感じしますよね。ちょっと外を映すとすぐにパビリオン見れるような場所にはあるんですけどね。実際この森の中を歩いてみると、さすがに静けさというほど静かではなくて、外のやはりパビリオンの音などが聞こえるんで、森の中にいるという感じはしないんですけど、やっぱりですね、緑が多いんで何かマイナスイオン的なものは感じます。ちょっとざわざわしたとこから離れたいっていう気分になった時は、一回この静けさの森に入ってみるのもいいんじゃないでしょうか。そしてこの森の中にもですね、謎の池がありました。なんかやたらここを作った人はこれを作るのが好きみたいですね。まだできたばかりなんですけど、ちょっと壊れている場所もあるんですよね。大丈夫でしょうか。そしてこの森の中央まで行くと、ちょっと大きめの池があります。ここまで入ってくる人はほとんどいないんで、ここまで行くと何万人もいる万博の中で、かなりですね、落ち着いた気分になることができます。そして向こうに見えてきた白い石が新潟の糸魚川から持ち込んだ翡翠なんだそうです。重さは約4トンもあるそうで、この翡翠がですね、静けさの森の中に2カ所設置されています。この池の上にあるオブジェは生物多様性の雲と呼ばれているもので、中にですね、鳥とか昆虫などが入れるようにわざと穴が開けてあるんだそうです。まだ万博期間中なんですけど、もう万博後にですね、リングを残す残さないなんて話がされてますけど、むしろせっかくこんな立派なですね、森作ったんだったらこっちの方残せばいいのにと思うんですけどね。これ壊しちゃうんですかね。もったいないですよね。こ
こはスイートポテトとアップルパイで有名なラポッポファームのお店です。ここに植えてあるのは本物のイチゴなんです。ほら、美味しそうですよね。下の方に植えてあるのが安納芋。こういうのを見るともうここで食べたくなっちゃいますよね。何万人も行き来する万博の中でこれを植えてるっていうのがすごいですよね。ちなみにメニューはこんな感じでした。時刻は夕方6時。7時からのポーランドのコンサートまであと1時間あるので、もう一つ何か見てみたいと思います。ベルギー館を見ることにしました。だいたい15分ほど並んで中に入ることができました。はい、ここに題が書いてあるように、この館のテーマは健康とバイオテクノロジーということらしいんです。最初入った時はですね、このお庭があってなんか自然と共生するみたいなテーマなのかなと思ってたんですけど、中に入るとですね、ほとんどがこの映像でベルギーの先進的な医療について説明をするっていうコーナーになっていて、ちょっとあんまり僕はですね興味惹かれなかったです。ベルギー館の屋上には大きなテラスがあります。このリングを見渡せるテラスなんですけど、これなんでこんな人がいるかっていうと、夕日を見るためにみんな集まってるんですね。ちょっとここから見ると面白い光景です。中のレストランからも同じような景色が見れるようになってるみたいです。そして外にもですねテーブルがあったんですけど、ここは柵がしてあったんで予約席かな。レストランのメニューはこんな感じでした。入り口でベルギーのお兄さんと雑談してた時に、ベルギーといえばワッフルって言われるのが嫌っていう感じで言ってたんですけど、実際ワッフルは売ってました。ベルギー館の感想です。日本から離れたベルギーの先進医療について一生懸命説明されても、正直あまり関心を持つことはできませんでした。ただ最後に見れるテラスからの眺望はすごく良かったです。またレストランに行くためにもこの行列に並ばないといけないので、ご飯を食べるために並ぶんだったらいいんじゃないかなとは思います。もともとこの万博のテーマが命輝く未来社会のデザインというテーマなので、そのテーマに沿ってパビリオンを作ったとしたらこうなるっていうのは分かりますよね。他のですね、お題を全く無視して作っているパビリオンもあるんで、ベルギーの人はもしかしたらすごい真面目なのかもしれません。19時近くになったので、ポーランドパビリオンで開催されるピアノコンサートに行きたいと思います。このコンサートはポーランドが生んだ偉大な作曲家ショパンの曲をポーランドの若手ピアニストが演奏するという企画になっています。時間はだいたい30分ぐらいです。半年だけのパビリオンでこういう施設を作るポーランドもすごいですよね。ピアニストの方もとっても気さくな方で、写真撮影とかも気軽に応じてくれてました。あと一つパビリオン見れそうなので、近くにあったハンガリーのパビリオンを見ることにしました。入り口にあったこの言葉、パビリオンを見た後で意味がわかることになります。このパビリオンの内容を一切知らずに僕は見たんですけど、このガラス細工しか展示しているものがないんですよね。だからこれから先何が起こるかもこの時点では分かっていないです。そしてちょっとした広間に通されて、時間のカウントダウンが終わるまでここで待機するように言われます。そして大きなホールに通されて始まったのが感想は本当にとんでもないものを見てしまったという感じでした。
なんか時空を超えてこのハンガリーを旅してるっていう感じがしてすごかったです。ハンガリー館のお土産はこんな感じのものでした。ハンガリー館の感想です。何も知らずに行くのが一番感動すると思います。ただもう僕の動画を見てしまったんで、ある程度内容を知ってしまったわけなんですけど、本当に時空を超える歌声です。お友達などを連れて行く際は何も教えない方がいいと思います。後の実感はぜひこの歌声を聞いてご自身で感じてみてください。さあ今日最後は一つ検証したいことがあって大屋根の上に上がっています。実は前回も紹介した噴水のショー、青と夜の虹のパレード、これをこの大屋根の上から見たらどうなるのかというのを検証してみたくて、今回は屋根の上から見ることにしました。題して裏青と夜の虹のパレード、どうなるか見てみましょう。やはり同じようなことを考える人がたくさんいるみたいで、予約に外れた人たちがこの屋根の上に登ってここの特等席をなるべく得ようとしています。この日は風がとにかく強くてですね、シャツ1枚の僕はとても寒かったです。結論から言うと、プロジェクションマッピングはやはり表からしかうまく見れないみたいですね。あと音もですね流れてしまうんで何を言ってるかもよく分かりません。あと風の方向によっては水がどんどん飛んでくるんで、全然快適に鑑賞できるとはとても言えない状態でした。ここで見るなら表側のどこか空いているところで見る方がまだマシだと思います。というわけで検証もありましたので、もう寒いのでさっさと帰りたいと思います。今日は西ゲートから桜島行きのバスに乗って帰りたいと思います。はい、というわけで4回目のぼっち万博、これで終了です。もしこの動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録やグッドボタンなどよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。